こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回は旅で利用した Airb の予約方法の方を、実際にサイトの方を見ながら紹介したいと思います。宿泊する施設をどんな風に選んでいるのかっていうところがですね、参考になればいいなと思っております。Airb とは簡単に言いますと民泊になります。ホテルとは違って実際にその現地で生活をされている方の暮らしの一部を垣間見ることができます。今回は初めて体験してきたんですけれども、皆様にもぜひ紹介したくて今回動画を作りましたので、よかったら最後までご覧ください。今回の旅で私がホテルではなく Airb を選んだ理由は、結論から言うともう一人旅だったので心細いかなって思ったからなんですね。あとは20代最初の頃にオーストラリアのワーキングホリデーで現地に滞在した時のことを思い出して、3泊とかね、短い期間でもちょっと現地の方と交流を楽しみながら、あと生活をちょっと垣間見れたらいいなと思って、いつもと違う旅を体験してみました。で、ただいまってね、帰れる場所があるっていうのはホテルとはねちょっと違うかなっていうイメージを持って実際に宿泊してきたんですけれども、一番最初に利用したのがコペンハーゲン、こちらのね宿泊場所になります。初めての宿泊体験だったんですけれども、予約画面と全くね部屋の様子が同じだったので安心して泊まることができました。あとは長旅になるとやっぱり選択をする機会も増えてくると思うんですよね。今回宿泊する場所を選んだ際に選択ができるかどうかも選ぶ基準になりました。あと価格で選びました。それでは実際に Airb の公式サイトの画面を共有しながら予約方法を紹介していきます。私はですね、日本に住んでいますので、こういうね、おすすめが出てくるのが大体日本なんですけれども、Airb って海外だけかなって思うかもしれないんですけど、意外とね、日本にもたくさん存在してます。なので、ホテルが取れなくって、ちょっともっと違う滞在の仕方がないかなって探すときに、ホテルとは別にこの Airb っていう選択肢もあるということを覚えておいていただけたらと思います。私もね実際にね利用したことが1回だけあって、それは娘が、結婚する前の、相手のご両親と直接お会いしてお話しする機会があったんですけれども、そういうね素敵な場所もありますので、よかったら日本に住みながらもこういう経験ができるということを覚えておいてください。それでは早速ロケーションから選んでいきます。このロケーションのところをクリックして、ここにヘルシンキと入れてみましょう。で、日付ですね。日付はそうですね、6月1日から7日、1週間ほど。これでゲストを追加とあります。このゲスト、大人1人だったら1人、ここ2人だったら2人というふうに入力をしていきます。お子様も年齢に合わせてここで入力をしてみてください。今回は1人の設定で入力をしていきます。そうするとお部屋のこういう様子がね出てくるんですけれども、まず右側の地図をご覧ください。このヘルシンキも結構広くって料金体系ねいろいろ出てるんですけれども、ちょっと1週間だと表示されにくくなるので、4泊ぐらい。まずはこの地図を利用して拡大していきます。自分が滞在したいなっていうところをクローズアップしていくんですけれども、だいたい中央駅周辺を探されるといいと思います。金額はちょっとアップしていきますけれども、まずはここから見ていきましょう。今はね合計金額で全て表示されるようになりましたので、4泊でこの価格というふうになります。で、このゲストチョイス、この王冠マークゲストチョイスとか出てますけれども、これは実際に泊まった方がゲストって言うんですけれども、その方がこの部屋良かったですよっていうふうにゲストから特に好評だった宿泊先に付けられるバッジになってます。あとはもう一つスーパーホストという称号もあって、メッセージを送った時に返信が早かったりとか、あとお部屋が情報通り正確に提供しているということを継続的にされている方のことを言います。なので初めての方はこういう表示のあるお部屋を選ばれるといいと思います。もう一つの選び方としては絞り込みを活用していきます。こちらの絞り込みをクリックしましょう。そうするとこんな感じで洗濯機、キッチンとかキャンセル無料とかセルフチェックインなど出てきます。でもキッチンはあんまり重きを置かなくていいかなっていうふうに思います。私が基準にしたのは電子レンジが使えるかどうか、まずそのぐらいですね。調理はほとんどしなかったので、電子レンジがあればデリとか買ってきて温めることができるので、ぜひその辺も基準にしてみてください。
あと洗濯機ですね。洗濯機はあるお部屋とないお部屋とあります。で、ないお部屋はコインランドリーもありますので、近くにあるかどうかを調べてみるといいと思います。キャンセルもホテルを取るのと同じようにキャンセル料がかかってきます。で、セルフチェックインっていうのは個人のお宅にそのお住まいの中に行く場合はホストの方がお迎えしてくれるので、これを選ぶと大体貸し切りのお部屋が表示されるかなって思います。で、現時点で何もフィルターをかけないと251件の宿泊先の表示があるので、ここで少しずつ選択をしていきます。で、全部チェックしていくと大体82件になっていきますね。で、これをずっと下がっていくと、今度は価格の設定があります。これは今回4泊で設定してますので、4泊分の価格設定、5件の宿泊先が表示されるってなってます。これでクリックしていくと、フィルターをかけるとこのぐらいになってきます。で、さらにこの中でゲストチョイスとかいい評価のものを選ばれると安心かなっていうふうに思います。あとは Wi-Fi が使えるところ、これはね絶対条件になってきますけどね。で、チェックしておこうと思ったらここにハートマーク保存というふうにあります。もうねすでに作ってありますので、ヘルシンキに保存します。そうすると後からでもゆっくり見ることができます。そのね保存された部屋がどこで見れるかっていうと、ログインしたこの画面をチェックします。お気に入りというのがありますので、お部屋の一覧が出てきます。それではここからは実際にヘルシンキで利用してきたお部屋のページを見ながら解説していきます。この部屋がね全部一覧になってますね。で、ヘルシンキ最後に宿泊した場所なんですけれども、こういうふうにどこにお家がありますよっていうのは実際詳しい、アドレスまでは表示されないようになってるんですけれども、これも動画の方で紹介してるのとまるっきり同じですよね。こういうふうにサウナもついてますよ。ヘルシンキの時はねサウナ付きのエアビーを探してました。ここは結構見つかったのはラッキーだったかなと思います。あとクローゼットもあって収納スペースもあったのですごく便利でしたね。で、テレビもね Wi-Fi もね非常につながりよくってよかったです。こちらは唯一長期滞在だったので貸し切りの部屋を選びました。7泊8日滞在した場所になります。お部屋も広くてすごくね快適でした。で、実際にこの部屋は何かっていうと、このホストの方が利用されてない期間に Airb で部屋を貸してるような感じなので、結構ホストの方の私物があります。もうそのまま置きっぱなしのような状態なので、ホテルとは違うということだけご注意いただけたらと思います。これね、こういう調味料とかも実際に置いてあって、キッチンとかも自由に使えるんですけど、いまいちねこのねオーブンの使い方とか食洗機の使い方とか、あと洗濯機の使い方、そういうのがね分かりにくかったですね。なので、実際にメッセージをやり取りした時の内容がここにねメッセージ履歴で残ってます。ここで日本語のメッセージを入れたとしても、ちゃんと英語に翻訳して相手の方には向こうの言語で、変換されるので安心してメッセージのやり取りができます。こういうふうにね何でも使うの自由とありますが、引き出しの中のパスタなども使っていいのでしょうかって私は質問してますけれども、結構ねこの方ね、これ私23時27分に質問を送ってるんですけれども、だいたい10分後ぐらいにお返事くださってます。この方すごくレスポンスが早くって安心してね利用できました。で、これもね翻訳が自動にオンになってますので問題なく日本語で表示されています。こんな風に実際に使用する部屋が案内されているので安心して利用することができます。私が宿泊した時はねこの丸テーブルじゃなくてもうね四角のテーブルになってましたけど、特に問題なしですね。で、評価も 4.95、 私がね宿泊した時ももうこのぐらいの評価レビューになってました。150件のレビューで 4.95 っていうのはかなりね評価が高いと思います。で、荷物預かり OK とか、テレビありますよ、スーパーホストですよ、エレベーターもありますよ、で Wi-Fi も高速ですよっていうふうに案内があります。こんな感じで、全部出ています。サウナ付きっていうのが嬉しいポイントではありました。正確さとかね、チェックインのやりやすさとかも全部ねこういうふうに評価されてます。で、どういう風な感じかなっていうの、Wi-Fi の表示もあるけど、遅かった早かったってこういうふうにここに細かく書いてくださってる方がいるので、レビューはかなり参考にしました。で、サウナもね実際近かったんですよ。これ私は行けなかったんですけど近かったのに、はい。で、この提供されるアメニティというのがあります。フルキッチン、サウナ、エレベーターは
ヨーロッパは結構階段で登んなきゃいけなかったりしてエレベーターなかったりもしますので、これは非常にプラスポイントでした。で無料乾燥機っていうのは洗濯機と同じ意味合いですね。洗濯乾燥機がついていました。さらに見ようかなと思ったらここをクリックします。で、ドライヤーありますよとか、あとシャンプーとかコンディショナーはだいたいついてます。これは実際にホストの方が使用されてたりとか、その Airb を利用されてる方が使ってるので、シェアするアイテムになります。ホテルとは違ってアメニティが小分けに分かれているわけではないのでお気をつけください。例えば家族で使うシャンプーをイメージしていただけたらと思います。あとね、荷物預かり OK っていうのはチェックイン前やチェックアウト後に預かってくれますっていうところなんですね。だいたいチェックインの時間とかは、ホテルは3時からとかっていう風にあるんですけれども、チェックアウトはだいたい10時ですよね。でも次に泊まる方がいなかったりとか、前に宿泊している方がいなかったりとかすると、ホストの方によっては少し早く時間を融通して早く受け入れてくれることもあります。私はね、実際そういう待遇にあったこともあるので、このあたりはすごく嬉しいポイントかなと思います。でここのホストの方はですね、貸し切りの Airb だったので、実際にはホストはいない状態になってます。なのでその預かり荷物の場合はどこか別の場所で預かってもらうような感じです。今回ここで宿泊するときはキオスクで鍵を預かっていましたので、多分預かり荷物もキオスクになるんじゃないかなっていうふうに思います。でも大体ね、ヘルシンキの場合は中央駅にロッカーがありますので、ロッカー利用されるのが一番いいかなっていうふうに思ってます。でこういうふうにカレンダーが表示されていきますね。でこのカレンダーの中でこう白くなっているところはもう予約がいっぱいで泊まることができませんというふうになってます。でこの黒文字になっているところ、これが泊まれますよというふうになります。なので例えばじゃあここから泊まりましょうってなりますね。ここから泊まってこういうふうに出てくるんですよ。最低4泊とか。なので1泊とか2泊の方は泊まることが残念ながらできないんですね。まずじゃあこれは4泊として、チェックアウト日ここに決めます。ただ予約というのをボタンを押します。でこの金額に納得したらこれを今すぐお支払いにするか、あとは、一部だけ支払って残りは宿泊の直前に支払いますというふうにできます。海外はね、ほとんど JCB 使えませんので、ビザかマスターを、持っていかれるといいと思います。で料金内訳というところ、ここですね。ここをクリックしてみましょう。これもね、Airb のサービス料っていうのがあります。でここのね、ホストへのメッセージを入力してくださいとあります。ホテルとは違うので、ホテルにもねメッセージ書く欄あると思うんですけれども、これはねホテルとは違って個人対個人の宿泊のやり取りになるので、ここでメッセージを入れておくと、ちょっとどんな人が泊まるのかなっていう安心感もありますので、ここはね宿泊させていただきますとか、よろしくお願いしますとか、そういうところを書くといいかと思います。でこのキャンセルポリシーっていうのも大事になってきます。これはね、宿泊するごとにそのホストの方ごとに設定が変わりますので、ここはねちゃんと見ておくといいですよ。できるだけ予定が決まったらですね、早めにキャンセルするとか日程を変更するとかっていう風にしてあげると、個人の方なのでホテルとは違って、いっぱいお客さんがすぐ来るわけではないので、ちょっと安心するかなっていう風に思います。結構多いのが48時間以内にキャンセル可能っていうのがあります。なので先の予約をするのに、また後からいいホテルが見つかったってなった時にもうキャンセル料が発生してしまうので、変更ができなかったりもします。なので私はね、あんまり48時間キャンセルっていうのは利用しないんですけれども、ここにありますように、このホストがリクエストを24時間以内に承認するまで予約は確定されません。それまでは請求発生しませんってあります。これはですね、ホストの方があなたはどういう人なんでしょうっていうふうに調べる権利がありますので、そこでその宿泊する人のレビューを見て、あんまりにも低いレビューの方の場合はですね、承認されない場合もあったりしますので、ここは承認されてからの予約の確定という感じになってきます。細かい説明としてはこんな感じになりますので、あとね、これお得なのこの V ポイントがたまります。ヘルシンキ滞在の際は参考にしてみてください。私が泊まったのここなので、こんな感じで、歩いて中央駅まで行くこともできるんですけれども、だいたいトラムを使っていましたね。あとね、もう一つ予約するときにお得な、予約方法がありますので、ちょっと画面を切り替えますね。
私はね、ホテルを予約するときも Airb を予約するときもこの ANA のマイレージモールを利用しました。他にねポイントサイトとかもあるのでお好きなところで申し込まれるといいと思うんですけれども、ダイレクトに Airb から予約するんではなく、こういうねポイントサイトを利用してそこから予約するのが一番お得と思います。まずカテゴリーでいくと旅行で、この海外宿泊というのをクリックします。そうすると楽天トラベルとかね、ホテルズ .com とかあります。以前はねこのホテルズ .com よく利用してたんですけれども、最近はねアゴダとかブッキング .com を利用することが増えました。でここにねAirbがあるんですね。1マイルは1円として換算されてポイントに活用できるように今ねなってますので、ぜひポイント貯めながら旅も楽しんでみてください。必ずね予約ごとに行くといいですよ。こういうふうに表示がされますので、この状態の画面にしてから予約を始めるような感じになります。実際にこちらは2年前のコペンハーゲンで宿泊してきた時のこの宿泊先の様子になります。ほとんどね変わりないですよね。こんな感じで部屋の状態が詳しく載っているホストの方は非常にねゲストチョイスとかスーパーホストとか言われている人気のあるホストになります。その代わりですね、結構人気なので宿が満室になることが多い傾向にあります。私はね今回こちらは移動距離が長かったので、空港から歩いて行けるというところですね。本来は中央駅とか駅に近いところがいいかなと思ったんですけれども、暖炉とかお部屋の写真に惹かれました。実際に空港からも徒歩20分ほどで、スーツケースを転がしてきてもそんなに苦ではない距離でした。次に滞在したのはストックホルムなんですけれども、ここはホストの方がご自宅にいらっしゃって、同じフロアで部屋を共有していました。お風呂もトイレも共有だったので、使う時間とかを確認しながら利用していました。お風呂はねバスタブがありましたよ。こちらはレビューを見て日本人の利用が多かったのと、朝食付きが決め手になりました。こちらは唯一長期滞在だったので貸し切りの部屋を選びました。あえてサウナ付きを選んだので毎日のように利用してました。ここからは次回から紹介するヨーロッパ周遊で利用したフランス・パリのAirbとニースのAirb、そしてモロッコ、スペイン・バルセロナ紹介したいと思います。パリのAirbでは男性の一人暮らしのお部屋を利用させていただきました。ちょっとね怖いかなっては思ったんですけれども、パリ周辺は価格も高くて女性限定というお部屋が満室のところが多くて、今回はこちらにお世話になりました。同じくフランスのニースも男性の一人暮らしのお部屋でした。バスタブもあったのでゆっくりくつろげたんですけれども、今回利用してみて思ったことは、費用がちょっと上がってでもご家族のいるお部屋を借りるか、女性が貸しているお部屋を選ぶといいかなと思いました。この次の動画で紹介するヨーロッパ周遊で一番ね良かったなって思ったAirbがこちらのバルセロナになります。お部屋もとっても綺麗で、とっても居心地が良かったです。今回の動画はいかがだったでしょうかね。旅行っていうとホテルに滞在するっていうのがもう大体ね普通のパターンになると思うんですけれども、こういうねAirbっていう民泊のシステムがあるということを知っておくだけでも選択肢の一つになると思いますので、よかったら今回の動画が参考になれば嬉しいです。もし動画が参考になったよっていう方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。で次回の動画なんですけれども、次回は今回の旅の総集編を作ってみようかなっていうふうに思ってますので、よかったら、続きの動画もご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Airbに到着しました。結構広い部屋です。なんか周辺散歩しようかなと思ったけど、今日も多分部屋でいいかな。こんな感じでない部屋もある。ここで寝ようかな。早めにシャワー